皆さんこんにちは、ランタムです。現在は福井県でのね車中泊2日目を終えた後での撮影をしてます。でね、僕はね福井県は初めて足を踏み入れる県なんで、やっぱしねいろいろ見てみたいところとかね、食べてみたいものなんかもあったりはするんですけども、その前にねどうしても1個だけ気になってることがあって、というのが昨晩はねダム湖のほとりで車中泊をしようと思っていたんですけども、除雪状況とかねいろいろ考えた結果、ちょっとやめといた方がいいかなという風な判断で公園の片隅で車中泊させていただいたんですよね。で、僕はねその判断が合ってたのかどうかっていうのがすごい気になるんで、まずは今からそちらのダム公園の方に行ってみて、僕の判断が正しかったのかどうかというのをねちょっと確認しに行ってみたいと思います。ちなみにね、ここからもう9キロぐらいの距離です。意外と近いです。安全運転で行きましょう。除雪車運転してみたいですね。どっかでできないかな、バイトとかないのかな、雪かきのバイトとか。想定通りね除雪はされてますね。で、この先はね実はもう通行止めでダム湖しかないんですけども、ダムってねもうめちゃくちゃ重要な施設でから、ここにね職員さん通わないといけない場所ではあるんで、絶対ここはもう除雪されてると思ってたんですけども、やっぱりされてました。はい、ということでねやってきました。こちらですね。すごいや、うわー、これ除雪をしてからね車が4台ぐらいしか通ってないような感じですね、このあれだったら。ですのでね、職員さんの車だけなんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでねダム湖の方に到着です。到着なんですけども、なるほど。こちらはね工事をされてる方の事務所だと思うんですけども、工事現場しかない状態ですね。おー、ちょっとね邪魔ならない位置止めさせてもらって、ちょっと行ってみましょう。でね、トイレのある施設はね向こうらしいんですけども、ちょっとね車で通っていいのかどうかちょっと分かんないんでね、歩いて行ってみましょうか。よいしょ。水が出てますね。多分行ってもいいんだとは思うんですけども、よく分からないんで。よいしょ。トラップに引っかかる。ちょっと激しいなこのトラップは。ここから先はねもう歩いていけません。だからね結局たどり着けることができなかったみたいですね、僕は。うわ、すごい。でね、今ねあちらの方で除雪作業されてます。ですんでね僕の判断はやっぱり正しかったという学校ですね。はい、ちょっとじゃあ戻りましょう。帰ってきました。ですんでねやっぱり昨晩は公園のね駐車場の方で車中泊させてもらって正解だったという学校ですね。はい、雪が積もりすぎてね景色も何もあったものじゃないですし、こっちもねすごいことになってるんで、よし、とりあえずね知りたかったことがね分かってすっきりしたんで、もうね山を降りましょう。ということでね街中まで戻ります。はい。でね、今はね、美容さんのちょっと駐車場にいます。こちらの方でね、パンを買ったり、ジュースを買ったりしながら、ちょっとね、駐車場の方で作業をさせてもらってます。ちょっとね、これが終わるまで手が離せられないんで、買ったものをいただきながら、作業の方をね、続けさせていただきたいと思います。はい。ということでね、PC 作業終わりました。で、なんだかんだでね、時間すごいかかって、現在時刻はね、4時18分です。で、こっから先の天気なんですけども、今日はね特に降らずに、あさって以降からねどんどんすごい天気で降り始めるんですよね。ですんでこの2日間はねもうなんかどっか漫画喫茶でも泊まってからゆっくりしようかなというふうに思ってたんですけども、どうやらね今いる大野市という場所がですね今晩めちゃくちゃ冷えるようで、最低気温マイナス6度まで行くらしいんですよね。でそれだったらね僕もこのすごい寒い中でね車中泊したいんで、どっかいいとこないかなと思って探してみたんですけども、大野市とかそこら辺でね雪でねいろんな場所がもう埋まっちゃってるんで、車中泊できそうな場所がすごい少ないんですよね。なんですけどもちょっとねかすかな望みをかけて探したら良さそうな場所がありまして、それがねちょっとこちらの越前大野城さんの麓にあるねちょっとちっちゃい駐車場で、こちらの方はね道路沿いでもあるし空いてそうな気がするんですよね。でもうここの場所以外はまた昨日の公園かっていうような格好になってきて、いい場所がないんで、とりあえず
こちらの越前大野城さんのね、駐車場の方までまずは行ってみたいと思います。本当はね、僕は街中観光とかいろいろしたかったんですけども、今日もうそんな時間もないんで、ちょっとまずは行ってみましょう。ということでね、パッと片付けて移動します。はい、ということでね、行きましょう。美容さん、ちょっと長時間ありがとうございました。ちなみにね、パンやコーラだけじゃなくて、お土産なんかもね、購入させてもらったんで、長時間でしたけども、お許しください。ということでね、行きましょう。景色がすごい綺麗ですね。すごい。はい、このね、右手がね、その言ってるところの第二駐車場とかですね。これは NG ですね。で、真正面のね、そこの建物のあたりが第一駐車場なんですけども、これは空いてますね。空いてますけども、お手洗いは使えないんだ。残念。トイレはね、持ってるからいいっちゃいいんですけども、どうしましょうかね。一応ね、今日こちらの場所で車中泊させてもらったとしても、雪が降らないんで除雪の邪魔にはならないと思うんですよね。でもね、お手洗いは使えないんですけども、一応車に積んであるんで、他に場所がなかったらね、ちょっと今晩こちらの一角をお借りさせていただくような格好にさせていただきたいと思います。はい。でね、ちょっと車を少し移動させてから情報知れます。はい。ということでね、ちょっといろいろ探してみましたら、ここからね、どれぐらいだろう。十数キロ先にね、お風呂があるんで、足とかもね、体も冷えてるんで、お風呂に入りに行きたいと思うんですけども、その前にね、お買い物の方をね、行きたいと思います。で、行くのはね、勝山サンプラザさんですね。ここからね、10km の距離で約20分かかるそうです。で、なんかね、初めて行くお店なんですけども、楽しそうなお店なんでね、ちょっとね、楽しみに行きたいと思います。じゃあね、行きましょう。よし、出発です。お腹空いてきましたね。よく考えたらパンしか食べてませんからね。なんか食べたいな。よいしょ。はい、ということでね、サンプラザさんに到着です。恐竜のね、絵が描かれてるスーパーマーケットですね。でもね、ちょっと大人気なお店なのでから駐車場が空いてないな。あ、あったあった。はい、到着です。勝山サンプラザさんですね。この辺りはね、恐竜で有名な場所らしいんですけども、たくさんテナントも入ってるらしいんで、ちょっとね、ゆっくりスーパーで、お買い物をね、していきたいと思います。行ってきます。よし、行きましょう。かっこいい。行ってきます。よし、いいものがね、たくさん買えました。やりました。ちょっとね、買い物楽しみすぎましたね。1時間ぐらい時間経過します。外真っ暗です。よいしょ。で、めちゃくちゃお腹が空いたんで、おにぎり買ってきました。これね、カツ丼のおにぎりで、目の前で半額シールが貼られたんでね、飛びついて買いました。すごいのがあるんですね。ですね、ちょっといただきたいと思います。いただきます。美味しい。ちゃんとね、カツ丼です、これは。ごちそうさまでした。よし、じゃあね、行きましょう。よいしょ。よいしょ。はい、到着です。お疲れ様でした。はい、ということでね、お風呂屋さんに到着したんで、行きましょう。よいしょ。よし。で、水橋さんはね、実はホテルも兼ねてる温泉で、宿泊可能ではあるんですけども、一人用のお部屋っていうのはね、全部埋まってて、しかもね、今日も明日もね、空いてない状態ではあったんで、こちらではね、もう今回お風呂だけ利用させていただくことにしたいと思います。はい。よし。よし。よし、じゃあね、行ってきます。はい、お風呂上がりました。気持ちよかったです。よし、じゃあね、すっきり温まったんで行きましょう。はい、ありがとうございます。はい、あったまった。お湯がね、すごいぬるぬるしてて、あと温度もちょうどよかったんで、
めちゃくちゃ気持ちよかったです。で、今外の気温はね、多分0度ぐらいだと思うんですけども、脱衣所がね、すごい暑かったんで、脱いできました。よいしょ。ただいま。ということでね、帰ってきたんで、今度はもう早速ね、さっきいた場所に戻りましょう。片道ね、10キロちょいで、20分ぐらいかかります。もうね、そのまま帰ります。はい。よいしょー。はい、帰ってきました。お、誰もいませんね。オッケーオッケー。はい、ということでね、こんな感じで停車しました。もうね、除雪は終わってるんで、邪魔にはならない位置です。で、水平チェックなんですけども、はあはあはあ、なるほどなるほど。あーはあ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 。右前に1段だけで良さそうな感じですね。ここにこうですね。はい。これでいいかな。縦方向バッチリ、横方向もバッチリ。オッケー、完璧ですね。これでね、もう車体は水平だったんで、もう車内でね、ゆっくり過ごさせてもらいましょう。よいしょ。ちなみにね、なんかこの上にはね、お城があって、ライトアップされてるようなんですけどもね、もうちょっとね、お腹空いてるんで、今日は登らずに、中でご飯にしたいと思います。入りましょう。はい。ということでね、車内に戻ってきました。現在の車内の気温は 12.1 度で、車外は 0.5 度ですね。で、もうね、お腹も空いたんで、早速ご飯にしようと思うんですけども、今夜はね、さっきおにぎりかじったんですけども、まだまだお腹空いてるんで、ちょっとね、いろいろ買ってきました。こちらですね。ブリがね、半額で売られてたんで、もうこちら買ってきました。めちゃくちゃ美味しそうなブリですね。はい。で、あとね、この唐揚げなんですけども、これがね、ハニーオリジナル唐揚げって書かれてて、もうオリジナルだったらね、ぜひとも食べなくちゃいけないんで、こちらもね、買ってきました。どちらも美味しそうですね。で、今晩はね、何を作って食べようかなんですけども、クーラーボックスの中にね、結構食材がありまして、基本的な食材をね、出したらこんな感じで、もう食材で溢れてるんですよね。で、うどん入りのね、茶碗蒸し作ろうかと思ったんですけども、これはちょっとまだ置いといて、ブリトロとかね、うどんがあるんで、今日はね、ブリしゃぶ鍋みたいなのを作りましょうかね。この辺にね、食材もまだまだあるんで、ですのでね、この組み合わせでブリしゃぶ鍋を作ります。で、それとは別にね、この唐揚げも食べたいんで、これはね、ノンフライで温めていただきましょう。はい。ということでね、準備します。まずはね、玉ねぎ切りましょう。野菜が少ないんでね、こちらも4分の1ほど使います。すごいいい玉ねぎ。めちゃくちゃ詰まってますね、これ。よいしょ。はい。OK。で、しめじも。で、具材は全部入れましょう。玉ねぎ、野菜は OK。で、水をね、入れましょう。どれぐらい入るかな ?150、300。はい。で、しゃぶしゃぶなんでね、和風だし入れときましょう。きのこも入れて、で、添加。あとはね、蓋をして、まずは野菜を煮ましょう。中火で放置。よし、じゃあね、続いて、ノンフライ使いましょう。現在ね、ノンフライヤー、ちょっと充電が少なくてから、37% ぐらいしかないんですけども、多分この分温めたらね、32% とかぐらいまで減ると思います。走行することで充電するように今回セットしてきてるんで、移動が少ないとね、充電ができないのが特徴ですね。はい。で、これを、こんな感じで置いて並べて、あとはこれをセット。よいしょ。180度で5分にしましょう。はい。待ってる間にね、ちょっと腸活をしましょう。ヨーグルト買ってきました。ビフィズス菌ですね。で、この分なんですけども、買ってきた理由はね、すごい簡単で、これですね、美味しいジャムがあるのにから、パンに塗って食べるだけじゃもったいないんでね、ヨーグルトにね、のっけていただきたいと思います。粒でかいやつをね、2個いきましょう。うわー。ソースも。うわー。すごい。これ本当にね、煮ただけでこんな真っ赤っかになるんでね、逆にね、いちごの方にも色がついてるんじゃないかというレベルですね。すごい。ということでね、まずはこちらからいただきたいと思います。いただきます。果たしてお味は。おー。おいしいめちゃくちゃ美味しいです。うわー。ヨーグルトがね、20倍ぐらい美味しくなりました。これはすごい。いちごの粒も食べます。
最高です。皆さんもね、いちごジャムはすごい簡単なのでね、家に炊飯器がある方はぜひ試してみてください。めちゃめちゃ簡単でね、美味しいです。完食です。はい。おー、できたできた。おー、あららららら、これちょっとすごいことになってるな。出てきた油がね、真っ黒ですね、これ。こんなん言うていいんかな。これね、揚げた時の油がね、黒いとこんな色の油が出てくるんですけども、違うんかな。こんなんやったら怒られるかもしれん。ちょっと。これ粉の成分なのかな、ちょっとよくわかりませんけどね。ということで、ちょっと唐揚げもできたんで、いただいてみましょう。いただきます。果たしてお味は。生姜とかニンニクがすごい効いてますね。おー。だからね、多分ね、さっきの油の色はね、つけだれの色が出てきてるんじゃないかと思います。なるほど。これは美味しい。ということで、唐揚げとくれば本気りなんで、いただきましょう。最高です。おー、サクサク。でね、もうブリしゃぶできる段階に入ったんですけども、これをね、全部それにしちゃってもすごいもったいないんで、ちょっとね、いただいてみましょう。でね、刺身醤油っていうのがなかったんで、もうね、キッコーマンでいきます。いただきます。美味しい。ブリが甘い。やっぱり季節の魚は最高ですね、これは。美味しい。ブリしゃぶにするのがもったいない美味しさ。はい。ということでね、いろいろやってたらお鍋の方ができたんで、まずはね、ちょっと前菜からいただきましょう。はい。で、これにはやっぱしね、ポン酢ですね。よいしょ。はい、いただきます。美味しい。鍋の季節ですね。和風だし入れたおかげでね、野菜がさらに甘く感じますね。よし。お野菜もね、下手んで、早速ね、しゃぶしゃぶしていただきましょう。これを、しゃぶしゃぶ。して、はい、表面が白くなったらね、OK です。これをつけていただきます。果たしてお味は。めちゃくちゃ美味しいです。さすがブリしゃぶ。うわー、美味しい。これはいい。もうダメだ、たまらない。いただきます。たまらない。さすがはしゃぶとつくものはやっぱし美味しいですね。レイしゃぶとか、豚しゃぶとかね。ということでね、ちょっと美味しい料理食べてる最中なんですけども、またね、動画でも見ながらのんびりします。ブリはしゃぶしゃぶし終わったんですけども、大根が残ってるんでね、大根こっち入れて煮ましょう。もったいないんでね。よいしょ。大根もね、甘くて美味しいんで、ちょっと水を増やしといて、ここにね、鍋の素を入れましょう。鶏白湯鍋のね、素です。柔らかくなるまでね、煮込みます。よし。これはね、できたんですけどもね、どうしようかな。ちょっとね、うどん食べれるほどね、胃が空いてませんね。困りましたね。どうしましょう。仕方ないんでね、ちょっとこれはね、もう今日はちょっと諦めましょうかね。無理して食べてもしょうがないんでね。はい。でもね、このお豆腐ぐらいはね、いただきそうなんで、もう賞味期限がね、ちょっとだいぶ過ぎてるかもしれませんけども、こちらをね、いただきましょう。OK。はい。大根の妻のね、お鍋はどうでしょうか。美味しいです。よく煮えてます。こういった分もね、捨てればゴミになるんですけども、食べればね、美味しい食材なんでね、鍋にしたら一番いいです。よいしょ。OK。美味しい。よし。はい。ということでね、猫舌なんで、ゆっくりね、食べたいと思います。はい。ということでね、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。で、現在の時刻はね、12時回りました。はい。ですね、お布団に入りました。現在の気温はね、車内 18.6 度で、車外がマイナス 6.3 度です。すごい冷えましたね。で、車内はね、めちゃめちゃ快適で、
お布団に掛け布団だけでね、今入ってるんですけども、めちゃめちゃポカポカしてるんで、もう今日はね、このまま休みたいと思います。はい。おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻はね、朝の6時30分です。で、現在の気温なんですけども、外気温がマイナス 6.4 度で、車内の気温はマイナス 0.9 度ですね。すごい冷えてます。で、昨晩はね、相当冷えたんですけども、この布団をね、こうやって頭までかぶって寝てたらね、すごい快適で全く寒くありませんでした。ホームセンターの3000円の布団なんですけどもね、すごいです、これ。タイムさんに売ってました。で、ニット帽をね、また忘れたんで、昨日ダイソーで買ったんですけども、なんかこれ、どんぐりみたいな格好になってますね。変な。まあでもね、暖かかったです。で、外のね、状態が気になるんで、それ出てみようと思うんですけども、よいしょ、OK。ドア凍ってました。よいしょ。こんな感じですね。昨晩はね、入ってくる車もなくて、すごい静かにね、夜を過ごすことができました。で、この辺はね、マイナス6度なんで、凍ってますね。スケートができます、これ。あ、楽しい。なんかいい朝。ちなみにね、ヒーターつけて寝なかったんで、うわ、ここも開かないや。よいしょ。窓のね、下の方は凍ってて、これもね、ハンドル回してもね、開かなくていいから、またしてもね、ここが凍ってます。こんな感じ。すごい。はい。ちょっとね、寒いんで火をつけましょう。OK。で、ちょっと窓も開けておきましょう。よいしょ。今ね、頑張ったらね、窓、氷が取れました。マイナス7度ぐらいでしたね、今日は。コーヒー入れようかなと思ったんですけども、まだね、ジャムがあったり、パンがあったりするんで、今朝はね、ジャムパンにしましょう。パン焼きます。よし。ただ焼くだけですね。OK。で、2分。はい、今朝も完璧。よいしょ。で、これにね、ジャムを塗りましょう。よいしょい。うわー。これでね、ジャムパンは完成です。が、こっちにイチゴがまだ残ってるんですよね。で、これもね、もうそろそろ食べきらないと、炊飯器がね、使えないんで、今朝はね、牛乳買ってきたんで、いちごミルクを作りましょう。作り方は簡単で、中に全部入れるだけですね。分量的にはこれぐらいかな。いや、全部入れましょう。OK。で、こうなんですけども、どうだろう。めちゃめちゃ美味しい。なんですけども、朝からね、こんなに冷たいもの飲んだら、お腹をね、ちょっと冷やしそうなんで、こっちでね、温めます。これはね、モードの中にね、牛乳温めっていうのがあるんで、これで温めます。はい。一応できました。10分経ちました。そしたらね、ほかほかに温まってます。で、これをね、僕ね、こっちに入れようかなと思ったんですけども、ちょっとね、こっちの向こう側にお城があるんですよね。で、歩いて行って、そちらでちょっとね、食べてみようと思うんで、こっちに移ったら嬉しいんだけどな。いけないかな。よ、いけるいけるいける。お、いけ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 。お、入った入った入った。先にね、拭いときます、もう。あったかいうちの方がね、こうやって掃除しやすいんで。ということでね、このパンといちごミルクを持って、お城の方にね、行ってみたいと思います。行きましょう。よし、行きましょう。お城はね、この上です。もうすでにね、誰かが歩いた道があるんで、ここをね、トレースしながら行きます。お、結構埋まる。慎重に慎重に。結構大変。歩けない。うわ。よし。もうちょいまで行ってみよう。すごい。いやー、やってきました。なんだけど、座るところが全くないですね。ベンチ類がない。おー、
やったー。やってきました。よっしゃー。現在の時刻は7時40分です。大汗かきながらやってきました。雪のせいでね、30分ぐらいかけて登ってきました。来たかいありますね。多分ね、これがベンチかなんかだと思うんですけども、埋もってますね。座れる場所がない。ちょっとね、ここにね、ちょっと腰をかけてからいただきたいと思います。よいしょ。お尻が冷たそうなので、ね、手袋しておきましょう。よし。はい。いただきます。ジャムパン。美味しい。ここまでね、上がってきたから上がりました。で、お次はね、いちごミルク。最高です。まだね、ほんのり暖かいです。ということでね、ちょっとゆっくりいただきたいと思います。はい、ジャムのね、ペクチンの成分のおかげでね、少し固まってからフルーチェみたいになってます。これも美味しいです。美味しい。はい、ということでね、越前大野城貸し切り状態でね、朝食美味しかったです。完食です。ごちそうさまでした。はい、ということでね、絶景も堪能できたんで、ということで体が冷えてきたんで、車にね、もう戻りましょう。寒いです。汗が冷えた。車に戻るのも大変。よし。よし。はい、到着。お疲れ様でした。はい、ということで、ね、今回はマイナス6度の福井県で車中泊してみたんですけども、いかがだったでしょうか。外をね、交通整理してから、すごい寒いんですけども、車内はね、マイナス1度ぐらいで、布団に潜ったらね、すごく暖かかったんで、なんとか無事、生還することができました。よかったです。で、今日これからなんですけども、実はね、今晩は雪も降らず、寒くもなく、どっちかというとね、雨が降るような天気でから、あまり車中泊をしても面白い日ではないんですよね。ですので今日はね、ちょっと車中泊じゃなくて、どこか別な場所にね、宿泊させてもらって、福井を堪能したいなというふうに思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。ここですね、こちらです。僕はね、ここでからね、このイカとかを見てから、すごい欲しくなってね、買ったというやつですね。お、びっくりした。なんかね、めちゃめちゃ怖かったです。